こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。1月15日木曜日、時刻は昼の1時を回りました。今日もいい天気ですね。すがすがしいこの青空と白い雲。そして今日は昨日と比べて気温が上がってはいるんですよね。確か今日の最高気温は11度とはなっていたんで、昨日とは全然違いますね。で、今回はですね、いつもと少し違う場所で動画を撮ってはいるんですけれども、やはり定期的に場所を変えるっていうのはいいもんですね。今日話すテーマなんですが、ノーサブスク生活。こういうテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう考えもあるんだな、そういう意見もあるんだなっていうくらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。僕自身は、サブスクって全然入ってないんですよ。ここで話すサブスクっていうのは、あくまでも映像配信や音楽ストリーミングだったり、または、そうですね、ゲームとかそういうものに当てはまると思うんですけれど、そういうなんか遊ぶ目的だったり、隙間時間を縫って気軽に楽しめるようなコンテンツ配信とか、そういうものに対して、なるべく使わないことにしてるんですよね。いろんなのあるじゃないですか。カーシェアリングの他に、あとはその昔だったら月額これぐらいの料金を払えば、飲食店で食べ放題で利用できるみたいな、そういうなんかありましたよね。なんていう名前あったかちょっと忘れたけれど、月額一定の料金を払えば、そのサービスに加盟している飲食店で、ご飯が食べ放題っていうようなやつ。確か、そういうものがその昔あったはずなんですよ。今もそれが続いてるかどうかわかんないけれど、多分ね、原材料が上がってる、それもインフレの影響でいろんなものが値上がっている中、多分そういったサービスを提供しているところはおそらく少ないかもしれません。話を戻しますが、なんていうんですかね、自分の日々の暮らしであったり、または何か一つのものに取り組む上で、集中力が途中で切れてしまったり、何か本気でやりたいことがあるにもかかわらず、それがある影響で、なんだか、モチベーションにつながらない。もしくは、つい、暇さえあれば無意識のうちに眺めてしまうという、そういう中毒性のあるものはなるべく使わないことにしてるんですよね。先ほども話したように、映像配信で言ったら、ネットフリックスやアマゾンプライムとか、あと Unext とかいろいろあるじゃないですか。そういうものに一切入ってないんですよね。その昔、Unext の無料会員に入ってた時期あったんですよ。あれ確か2週間無料っていうものがあったんで、けれど、その無料会員にお試しで入って感じたのは、元を取らなきゃっていう脅迫観念に似たようなものがあって、それが原因でね、なんだか集中できないというか、どうしても頭の片隅に今加入しているものの存在がずっとこびりつくような、そんな感じがしたんですよね。なんかそれがちょっと、脳のメモリーの大部分を支配されるというか、もしくは寝る前につい見てしまうとか、それもこういうスマートフォンでついいつでもどこでも膨大な映像コンテンツが見れてしまう状態。もちろんそれは便利なのはわかりますし、で、人によってはそれを休憩時間にいつでも空いてる時にそれを眺めて、で、それで楽しみながら次の仕事に生かす。または今自分自身が取り組んでいることのモチベーションにつながるんであればそれでいいんですけれど、でも今の人たち見るとずっと四六時中見てるじゃないですか。あれなんか異常な光景だなと思って、エレベーターに乗ってる時やエスカレーターに乗ってる時、または歩いてる時もそうじゃないですか。で、僕はめったに電車とかバスに乗ることはないんですけれど、この前久しぶりに電車に乗ったんですよね。で、その時に思ったのは、その電車内に乗っている人の9割近くが全員同じ首の動きをしてて、ずーっとみんなこの一つのデバイスをずーっと見続けてるんですよね。それがいいかどうかはここでは何とも言えないですけれど、なんだかちょっと怖いなと思って、不気味な光景というか、それを見たときに、自分は同じような行為をしたくないなと思って、で、その時、一切スマートフォンはいじらない、一切触れない、使わないようにしてたんですよね。自分の場合は、仕事の関係でメールをチェックしたりとか、あとは Google マップを見て場所を検索する
ぐらいしか使っていないんで、そんな大容量のプランとか、ギガ放題とか、そういうものには一切入ってないんですよね。月額料金は本当に安いんで、それで全然間に合ってるんですよ。わざわざ外に出て見る必要がないっていうのと、他にもやることあるじゃんとか、他にも見るべき景色、いろんなものがあって、そういう、自然景色を眺めることであったり、この空を眺めてる時間が最も心地よくて、かつ、深呼吸しやすい。そういうのに関しても考えてて、あくまでも自分の場合は、別に無理して、有料課金、それも月額または年会費制のものは払わなくてもいいんじゃないかなって思ったんですよね。もともとそういうのに興味がないっていうか、それだけのお金を使うぐらいだったら、もっと他のことに投資するべきなんじゃないかなって個人的にはそんな風に考えています。例えば、ネットフリックスやアマゾンプライムって数百円かかるじゃないですか。ちょっとそれぞれサービスによって月額料金違うと思うんですけれど、確かネットフリックスは1400円、1500円ぐらいはかかってたはずなんですよね。で、アマゾンプライムが確か600円か700円。ちょっと細かい値段はわからないんで、それはあと各自でググってみてください。そういう感じで、1つか2つ、3つ、4つ、そうやって数百円かまたは1000円、2000円近くの月額料金を払い続けるってなった時、一見安いっていう風に見えるのかもしれないけれど、これ年間で計算したらものすごい金額で取られていくんですよね。年間で計算するってなったら2万か3万で、人によっては4万か5万近くかかっているケースも少なからずあると思います。その金額について思ったのは、これちょっともったいないんじゃないかなって、自分はね、そう思ったんですよ。これだけの金額を払うぐらいだったら、日本国内または海外を旅する時の航空券の費用に当てるであったり、または自分はこれ、iPhone を使ってるんで、新しい iPhone を買うための積み立てというか、その予算に当てる。もしくは、パソコンもこれ MacBook を使っているんで、その MacBook を新しく買い替える時の予算に当てるとか、そうやって自分の何か創作活動や生産、発信活動における道具の予算に当てる方がいいんじゃないかなと思ってね、自分自身のクリエイティブな活動であったり、今まさにこうやって YouTube を続けるのも、編集ソフトの他に、撮影機材とか、いろんなものを揃える必要がありますんで、最初の初期投資は、それはかかると思うんですけれど、一回揃えてしまえば、あとそこから先は、そんな大して、頻繁に買い替えることはあまりないと思うんですよね。現にこうして、今僕が使っているこのカメラも、購入してから、今年で2年半か3年ぐらいかな。そうね、今使ってるこのカメラも、あともう少しで3年目を迎えることになるんですが、まだまだ使えますからね。全然問題なく。どれだけ雨降ってようが、雪が降ってようが、どんな環境でも使えるっていう、この利便性というか汎用性の高さ、そこにすごい気に入ってるんですよね。こうして、外で撮影するときもカメラ本体が軽いんで持ち運びがすごく楽ですし、そういう、自分自身の、パーソナルな部分を前面に出す、もしくは自分が手掛けるコンテンツ制作というか、クリエイティブな活動において、そのための手段として必要なものを揃える。その必要なものを揃えるための予算に当てた方が、もっと幸福度が上がって、で、自分自身のスキルアップにもつながりますし、で、自分自らが創作、生産、そして個人で発信するっていう、こういう何か一つのものを作り続けるっていうような活動にフォーカスした方が、人生における満足度が上がっていくと思うんですよね。少なくとも僕はそういうふうに考えています。受動的な感じというか、常に受け身のまま何かをするってなとしても、最終的には何も残らないんですよね。旅行においてもそうだけれど、誰かが用意したルートの上に乗っかって、ただ、大半の人々が同じようなルートを辿っているんで、自分もそっちについていくとか、で、ガイドブックに載っているものを見て回って、で、その対象物を見上げたところの、こんなもんか。写真で見た通りだったな。はい、次みたいな。そういうスタンプラリーのような旅行とか、そういうものがあんまり好きじゃないんですよね。それよりも、何が起きるかわからない、そのランダムな要素を交えて、それも、
今後どうなるかわからない、その不安もありつつ、ワクワクもありつつっていうような、そういうちょっとした冒険的な行動を続けていく方が、もっと楽しめるんじゃないかなと思って、それで今でも僕は、こうして YouTube を続けていますし、こうやって外で撮影するようにもしているんですよね。で、バックパッカーとして、これまでに日本国内または海外を旅した経験があるんですけれども、おそらく今年の3月か4月頃も同じように、また前と同じように海外を旅する日が来るかもしれません。で、その中で自分が生きた証を残したい。その時、その瞬間、自分が純粋に生きていた記録を残す。そのための手段として、こうして動画撮影というか、Vlog という名の動画日記を撮り続けているっていう感じですかね。で、結果的には満足してますね。YouTube もそうですし、ポッドキャストもそうですし、あとは文章と写真をメインに投稿し続けているノートも同じことなんですが、どちらも続けていく上ではお金がかからないんですよね。月額費用とか、そういうものは一切かからないですし、なんならスマートフォン一つで簡単に始めようと思えば、誰だってできるんですよ。スタートさえ切ってしまえば、あとは突き進むだけですし、で、その中で何か足りないものがあったらその時に買えばいいですし、なんかそういう感じで自分にとっての必要なものとそうじゃないものを切り分けていくようにしていけば、毎月の支出を抑えることができて、で、なおかつ、無駄な固定費は、できる限り払わない。それよりも自分にとって本当に必要なものにだけ投資する。本当に必要なものだけ使う。そうすることで、コストパフォーマンスが大幅に改善されるんじゃないかなっていうふうに個人的には、そんな風に考えていますね。基本的に今こうして僕が喋ってる内容もこれアドリブで喋ってるわけですので、ちょっとまとまりがない部分はそれはあるのかもしれないけれど、一個人の意見というか、単純に僕自身のパーソナルな一面というかパーソナルな意見を元に話してるだけなんですよね。だってこの世に正解なんてものは存在しないし、自分にとっての正解と他人にとっての、その相手にとっての正解というものはまるで違うわけですので、僕にとってはそういう映像配信とかそういう、なんていうんですかね、娯楽関連のサブスクっていうのは、自分の創作、クリエイティブな活動においては、特に必要ないというふうに考えてはいるんですけれども、でも僕と違って、隙間時間に常にずーっと見続けたいとか、24時間どこでも見続けていたいっていうような、多分そういうふうに考えられている人もきっといると思うんですよね。別にそれはそれでいいんですよ。それはその人たちの自由ですし、だって何に対して加入するか、何を使うかは、それは個人の自由ですので、別にそれを止める気はないし、否定するつもりはありません。ただ、さっきも言ったように、毎月の支出がどんどん上がっていくことであったり、あとは、なんだか固定費がどんどん膨れ上がっていく。なぜかお金がない。だって年間、1万か2万円もしくは3万円近くの固定費が下がったら、何に使えますか？自分にとってのクリエイティブな活動の他に、あとは体を鍛える目的、それがスポーツ用品であったり、あとスポーツジムへ通うための月額費用に充てるとか、あとは自転車を買って行動範囲を広げるとか、何でもいいですよ。もっと違う使い道がきっとあるんじゃないかなと思って。で、その辺考えると、なんだか、毎月、ただ、なんか楽な感じで、それも簡単に楽しめるようなコンテンツをずーっと受け身のまま見続けていたところの、それが原因で睡眠時間が悪化したり、または一日におけるその勉強やその作業におけるその集中力が下がったりとか、あらゆる面でパフォーマンスが下がってる印象ではあるんですよね。いつでもどこでもつい眺めることのできるやつとか、簡単に楽しめてしまうような、一見中毒性のあるようなコンテンツが膨大に増えすぎてる影響で、多分今の人たちは常に外で見続けてしまうって人が多いと思うんですよね。便利すぎるがゆえに時間がどんどんなくなっていくこと。で、もしくは睡眠時間がどんどん短くなっていたり、睡眠の質が悪化していくこと。で、人によっては、SNS におけるタイムラインとか、何でもそうですけれど、そういったものをずーっと、スマートフォンで、ずーっと眺め続けているがあまり、無意識のうちに、
他者との比較であったり、他人軸で物事を考えてしまう。誰かと比較したり、比べてしまったり、そういう思いが無意識のうちに芽生えて、で、自分自身がどこか不幸な感じ、なんだか、幸せじゃないっていうような錯覚にとらわれてしまう。そういう話も何度か聞いたことあるんですよね。だからそれは気持ちはわかりますよ。僕も一時期、旧ツイッターじゃなくて、今の、X か。Xを使ってた時期はあったんですけれど、それも去年の5月にやめたんですよね。アカウントを削除して、もう一切見ないようにしようって決めたんですよ。X になってから、何でしたっけグロックっていう名前の AI が導入されて、その AI が導入された影響でアルゴリズムが変わって、で、その結果、過激なコンテンツとか、ファーストインプレを稼ぎたいような、そういうなんかファーストインプレゾンビみたいな、よくわかんない過激なコンテンツとかそういう投稿が優先して表示されるようになったんですよね。そういうものを目にしたときに、なんだか不愉快な気分を味わってしまったり、メンタルをかき乱されるようなことが起きてしまったり、それこそ視界を通じて入ってくる情報量がどんどん増え上がっていって、なんだか一つの作業に対し集中しづらいというか、脳のメモリーが支配されるような、そういう感覚に陥ったことがあったんですよね。それがなんだかちょっと苦痛でなんか苦しいなと思って、それで潔くやめたんですよね。まあ結果的にはすごいスッキリしました。ちょっと今 SNS に関する話が出てしまったけれど、まあ映像配信や音楽配信のサブスクも同じように、それがないと気が済まないとか、それがないとやっていけないとか、一つ生活水準というかスタンダードな基準が上がれば上がるほど下げるのがすんごい難しくなるんですよね。なんかそれがちょっと自分の中では、なんだかあんまり好きじゃないというか、そこまでして上げる必要はあるんだろうか。そんな四六時中見ないといけない理由はどこにあるんだろうかって、そういう疑問を覚えたりするんですよね。そういう違和感を覚えるんですよ。そういうことに対してお金を使うくらいだったら、さっきも話したように、自分自身の生活を整えること、自分の健康にフォーカスすること、もしくは自分が、自ら何かを手掛ける、作り上げる、創作し続けるための活動に向けて、そのための手段に予算を当てた方が、もっと自分にとってのライフバランスというか、日々のライフスタイルが、より良いものへと変わっていくんじゃないかなって、個人的にはそんな風に思います。これはあくまでも僕個人の意見ですので。なんか睡眠時間が減ることであったり、あとメンタル疾患もどんどん増えてるっていうじゃないですか。若い人たち、その若年者の方の睡眠時間及びメンタル疾患が年々増えているっていうニュースも前に見たことがあるんですよね。それをおそらくパケット通信のギガ放題をきっかけに外でずーっと眺めてしまうような現象が起きたり、あとはさっきも言ったようなその映像や音楽配信のサブスクに入り続けては、毎月の固定費、支出がどんどん膨れ上がっていって、気がついたらどんどんお金が減っていく。で、そのことに対し気づきもしない人が年々増えているっていうのもなんだか異常な光景だなと思うんですよね。で、映像配信はともかく SNS に関しては、さっきも話したようにそういう問題が起きていることから、オーストラリア政府が去年の12月頃だっけ？確か16歳以下の青少年に対する SNS 及び動画配信サービスの視聴及び利用をすべて禁止するっていう法案が可決したんですよね。それがもうとっくに始まったのかな？確か12月頃にそれが実施されて、と言ってもいくらでも抜け道はあるでしょうし、違法なやり方でアプリケーションをダウンロードするとか、どこかに抜き穴、いろんなやり方はあると思うんで、ただ、オーストラリア政府のやってることはなんかすごいなと思って、潔くスタートを切る。もう、これはやめておこうとか、これは絶対健康にも良くないし、メンタルにも良くない。それよりも、こうやって、そのデバイスを視聴することに時間を使うよりかは、この現実世界をもっと幅広く楽しく過ごす、その冒険的な感じで、この現実世界のあらゆるものを体全体で、味わう。そうやって五感を駆使して
何か一つのもの、目の前にあることを全力で楽しむっていうような、そういうことに目を向けること、今、そういう出来事に対して見直すような、多分そういう見直しの動きが広がりつつあるんじゃないかなって、個人的にはなんかそんな風に思っていますね。今思いつく限りのことをいろいろ話してみたんですけれども、まあ、そんなところですかね。はい。というわけで今場所を変えてみたんですけれども、先ほど撮影していた場所でですね、少しずつ人が増えてきましたんで、今、こうやって、今、こういう感じで場所を変えて、もう一度、撮影し直してるっていうわけなんですが。で、あれ何の話だっけな。あ、そうそう。サブスクに関する話なんですけれども、僕がノーサブスク生活を行う中で、じゃあどうやって、それまでの映像コンテンツや音楽を聴き続けているのかについて少しだけ話したいと思います。まあ僕自身は、もちろん映画も好きですし、日本のアニメとか日本の映画ももちろんたまに見る時はあります。最近だったら確か呪術廻戦の第3シーズンが放送されましたよね。で、それはね、確かアベマ TV でこの前やってたんですよ。リアルタイムで放送されて、で、かつ、放送開始してから、1週間無料で見れるんだっけな。なんかそういうのがあるんですよね。そうやって無料で見れるものをフル活用すること。そうすることによって、月額費用をかけることなく、毎月支払わずに、いろんなコンテンツを楽しむことができる。そこがいいなと思って。で、あとは YouTube の公式チャンネルかなんかで、1週間限定無料のやつがあるんですよね。それはまあ、いろんなメディア、いろんなチャンネルで、期間限定で無料配信されているものがあるんですけれど、そういうものを積極的に利用する。で、見れたら、運よく見れたらラッキーみたいな、それぐらいの気軽な気持ちでやっていいと思うんですよね。で、ちょっと眩しい。あと他にはですね、YouTube も ABEMATV も無料で楽しめるものは無限のごとくたくさんあるわけですし、別に映画やアニメが見れなかったとしても、個人で配信している日本の動画配信者または海外の動画配信者さんのそれぞれが手掛ける動画を見てみる。そうすることによって一般の方が撮影している写真や動画というものを見ることで、いろんな編集方法だったり、いろんな撮影の仕方が見れたりするんで、個人的にはね、こうして YouTube を続ける側の身としては、すごい参考になることが多いんですよね。今こうして動画編集を続ける中でも、カラーグレーディングのやり方であったり、あとは編集作業をもっと効率よく進めるためのまあなんだろうな。まあ編集作業のやり方、そのテクニックみたいなところもそうですけれど、それも全部 YouTube で検索すればいろんなやり方があって、それに対して解説してくれる人っていうのがたくさんいるんですよね。そこがすごい面白いなと思って、今もこうして続けてるわけなんですが、音楽に関しては、Spotify でも十分に聴けるんですよね。基本的に Spotify は家に帰った時、パソコンで音楽をそのまま流したりはするんですよ。音楽を流しながらノートを書いたりして、で、そうやって楽しむっていうような、そういうやり方が多いですね。で、あとはもう一つ、ポッドキャストもそうなんですけれど、ポッドキャストも無料で聞けるんですよね。まあいろんな方がその個人で行っているラジオ配信ってものがあるんですが、ポッドキャストはいずれも全て無料ですので、そこはすごくいいなと思いますね。ポッドキャストを使い始めたのが確か2019年ですので、いやー、時間が経つのは本当にあっという間ですね。で、しかもポッドキャストに関しても、Spotify はどうかわからないですが、Apple Podcast やアンカーだったり、いろんなプラットフォームがありますよね。で、そういうプラットフォームを通じて、各エピソードを丸ごとダウンロードできるんですよ。一度ダウンロードしたものは、それが圏外であれ、機内モードに入った状態でも、イヤホンさして聞くことができるんで、個人的にはね、すごい大活躍ですかね。例えば、電車に乗るときや、飛行機に乗ってどこかへ移動しているその最中は、ずーっと、ポッドキャストを流して、それでずーっと聞き続けていたりしてますね。だいたいそんなところかな。無料で
楽しめるものは探せばいくらでもありますし、毎月その月額の固定費、そこまでなんかお金払うのなんだかちょっと嫌だなとか、できる限り質を下げたいけれど、でもどうやって何かその代替案というか違う代わりのやり方で楽しめる方法はないだろうかっていうふうに考えてる人がいましたら、一度無料で楽しめるコンテンツを一度探してみるといいんじゃないですかね。だって YouTube や ABEMA TV だって無料で楽しめるわけですし、まあそれは広告がついてしまうのはしょうがないけれど、でもしょうがないじゃないですか、それは。広告がついてしまうのはともかく、なんていうんかね、平成の頃の、かつてテレビがあった時の、番組表があるじゃないですか。新聞のテレビ欄、その番組表みたいなのを眺めて、この時間帯にこれが放送されるから、それに合わせて予定を、組んでおこうとか、この日までに今取り組んでいることを終わらせようみたいな、そういう感じでやればいいんですよ。で、その時間が経つまでが、リアルタイムで放送されるまでが楽しみっていう、ワクワク感がかつてありましたよね。僕も中学生の頃とか、あと高校時代の頃もよくテレビアニメとか日本のテレビドラマを見ていた時期があったんですけれど、そういう共通点がね、他の同級生と、あれ見たとかさ、そういう共通点が昔あったんですよ。あれがすごく楽しかったですね。なんだろう、ちょっとうまく言語化しきれない部分はあるんですけれど、一部生活習慣というか、そのスタンダードな基準の一部を、かつての平成の頃に戻してみる、部分的に少しダウングレードしてみることによって、無駄な出費を抑えることができたり、毎月の固定費や毎月の生活費を見直すきっかけになるんじゃないかなって個人的にはそう思います。そうすることで先ほども話したように、空いた費用というか、その予算が浮いた分を何か新しいものに買うとか、自分が手掛けるものや、その自分自身が何か興味関心のあることを、そのコンテンツ制作とか、何か新しいものを作る、生産するとか、そのための手段として、新しい機材を買う、新しいパソコンを買うとか、そういう何か自分にとってのクリエイティブな活動をするための予算の一部として割り当てるようにすれば、これから先の未来においてもっと充実したものへと変わっていくんじゃないかなっていうふうに僕はそう思います。というわけでそろそろ時間ですので、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。